エアグルーヴは馬場の4分どころ。馬場の真ん中からエアグルーヴが突っ込んでくる。はい、そうです。で、この後内側の子たちが外によれて進路がカットされたのに即外目をついて。そうなんです。距離のロスを恐れない一瞬の英断。私もこんなかっこいい走りができたらなーって。さすがトレーナーさん、話せますね。他の動画も一緒に見ませんか？こっちとか。はい、私も彼女たちのように残したい、届けたい、つないでいきたいってそう思ってるんです。最初はなんとなく家の棚の奥にしまってあった昔のレース映像を見てみたんです。確かオークスでした。そしたらすっごく華やかで綺麗な走りをする馬娘がいて、勝つ姿に夢中になってレースそのものに興味が湧きました。で、両親におねだりして本物のレースを、オークスを初めて生で見に行ったんですけど、そしたら、あれ？不思議。本物のレース初めて見るのに、私あの子の走り知ってる。綺麗な走り。後から調べて分かったんです。その子は私が最初に映像で見て憧れたあの馬娘に教えを受けたんだって。皆さん、応援ありがとうございました。この勝利は私を導いてくれた師匠に捧げたいです。このままティアラ路線を駆け抜け、私もいつか師匠のように次に続く誰かへ教えをつないでいける、そんな馬娘になります。女王のお母様からつながって女帝になったエアグルーヴさんもそうですよね。ティアラ路線の馬娘たちは次の世代へ一人一人バトンを手渡していくように、継いでいく、つながっていく。三冠路線の馬娘たちのように一時代を築き上げるみたいな大それた感じはないかもしれません。それでも先輩として、指導者として、あるいは母として、ティアラ馬娘たちはずっと自分の手でつないでいきました。先を行く子たちから次の子たちへ、思いのバトンは届けられて、そしてまた引き継がれていく。なんて素敵なことなんだろうって思ったんです。私もあんな風になりたい。誰かに私の走りを届けて、つないで、継いでいってくれた誰かの中で私の走りが残っていてくれたらって。はい、彼女たちだって私たちだって絶対に強い。そしてティアラ馬娘にしか見せられないものが、伝えられないものがあるって信じてるから。トレーナーさん。トレーナーさん。はい、ぜひ選抜レースに向けてよろしくお願いします。全力疾走終わりで、次はゆっくりジョギング。はい、
インクラフト、今日もトレーニング量やっばいね。選抜レースに向けてガッチガチって感じ。まあまあ言うて、うちらのクイーンが負けるわけないっしょね。あんなの余裕だよね、ハート。いいえ、はっきり言って今のままじゃ先を行かれるわ。ラインクラフトは低く見ていい相手なんかじゃない。マジ？ハートでもヤバい相手なの？じゃあでもそれは私が今のままだったらって話。いいじゃない、燃えてきたわ。選抜まで存分に鍛えてやろうじゃない。真のクイーンの座は誰にも渡さないんだから。デアリングハートさん、メニューを変えてきそうね。本番までにどこまで鍛えてくるのか予想を修正しておかないと。でも振り回されすぎてはいけない。他の子たちがどうであれ私の意志は揺らがない。母の強さを、継がれた者の尊さを私が証明してみせる。必ずそのためにも堅実に確実に一歩一歩と鍛えていくだけ。ただいま。今日も疲れた。帰ったかクラフト。お待たせ。食堂行こう。あれ、シーザリオまだスイッチ入ってるの？キビキビギュッって感じのオンモードじゃなくて、普段は寮のお部屋だとゆるーっと優しいオフモードなのに。そうだね、いつもはそうなんだけど。だが今は気を抜いている場合ではないからな。悪いが食事は一人で頼む。私はもう少し走ってくるつもりだ。クラフト、気づいているか？最近のお前の様子に感化されている者たちがいることを。私に？ああ、お前のトリプルティアラへのまっすぐな思いを感じ突き動かされる。私もその一人だ。だが思いにおいても実力においてもお前に遅れを取るつもりはないぞラインクラフト。私もまたトリプルティアラを志す馬娘。連綿と受け継がれてきた偉大なティアラの歴史に名を残し、いずれはその歴史を支える礎となってみせる。故にここで負けてなどいられるものか。まずは選抜レースにて勝負だラインクラフト。シーザリオ、負けないよ、私だって。